皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は代わり取りたすきの、刺し子付近を制作していきます。今回で3回目の動画になります。よろしくお願いいたします。はい、では、続きをやっていこうかなと思います。そうですね、前回の振り返り、をまずしていきますね。1回目の動画ではこちらの付近の模様線を、円の型を使って、描いていく動画を撮りました。2回目になって、使う刺し子糸の話と、あとは実際に刺し子を進めていきました。その時に長さの目安を測ろうかなと思っていると、そういう話をしまして、次回の動画でその辺のことのね、答え合わせができるのではないかなと、そんなことを話したかなと思います。で3回目に入りまして、その2回目の動画が終わった後の進捗を話していきますと、その2回目の時はここだったかここだったか、とにかくその折り返少し進んでいて、でその続きの折り返すところをやったのかな、確か。ここのね線に沿わせて、折り返すっていうのをちょっと差し越して、でその時の1往復がどれくらいの長さかを測っているという話をしまして、でその後に、反対の外枠まで行って、一旦ここで糸切って、でその後に残りの糸でまた同じように1往復したんですね。でその後のこの糸の残り具合で、結論を言うと、まだ出てないんだけど今確認中なので、まだ正確なことは言えないのですが、2往復で2メートルかなっていう、それくらいの長さがちょうどいいんじゃないかなっていうのが、なんとなくここの2往復1往復2往復をやった感じで思ったんですよね。なので、改めて2メートルで糸を切って、そしてその後にね、その糸でまず1往復をやりました。そして、1往復2往復目2往復目の折り返して、今ここまで来てるんですよ。っていうのが前回の動画を撮ってからの進捗で、そしてここからが、ここまで来たから、このね道なりに行って、この反対の外枠まで行った時に、この残りの糸の感じがちょうどいい感じだったら、2メートルかなっていうところのね、答えが出ますので、今日はまずねこの残りの反対の外枠まで実際に刺し子していこうかなと思います。ではでは続きをねやっていきますね。はい、今日もこのスンスンの缶に入っているハサミとか針置きとか指抜きとか、その辺をねこのカンカンに入れてますので、これを使って、これはちょっとねこちら側に置いておきましてやっていきます。で差し子している流れとしては前回の動画と同じですね。特に大きな変わりはありませんただただそのまま引き続き指し進めたっていうだけですね。パターンも同じなので、同じパターンが繰り返されているから、そして進めながら、なんとなく針目の感覚がどうかなみたいなところをちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。どうしよう。ちょっと今ちょっと特別ゲストが来てくれました。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。私が喋ってたからかな。よいしょ。はい。はい。こんにちは。
特別ゲスト後頭部だけで失礼します。今なんか膝の上にもじょもじょもじょっときたので、あのこのまま黙ってやってもよかったんだけれども、なんかふが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 音がしたりとかしたら、何事ってなっちゃうから、一応この方が近くにいますっていうのをちょっとね、説明のために後頭部だけ登場していただきました。お顔がねどうしても角度的に上から映すのでちょっと見えなくて申し訳ありません。ということで、特別ゲストはちょっと膝の上に乗るみたいなので、膝の上にね行っていただきました。はい、では、なので多少何か、まあぐるぐる音はさすがに聞こえないかな。なんかカサカサとか気配があったら、あ、先ほどの特別ゲストが膝の上でもぞもぞやってるんだなっていうふうに思っていただければと思います。私はただただあとはね、差し子をしていくだけですので、続きをねやっていきますね。そして、この辺も前回言ってますけれども、特にここからここまで何名っていうのは決めてなくて、針の動くまま、手の動くまま、そして針目を確認しながら、もうちょっと細かい方いいかなとか、なんかその辺思ったらこうなんとなく、自分なりのねいい塩梅に微調整していってみたいな感じで進めています。で、気をつけるところはやっぱり交点のパターンですね。ここのね交点のパターン、差し掛かるところの、パターンだけは統一するようにしていて、その他はただただ流れに身を任せという感じでやっています。あとはここのちょっとの反対側はひたすらこう緩やかなカーブでもう一つのパターンがここでちょっとキュッと折り返すところがあるので、ここの角だけは出してあげるというところくらいですかね。特に道に迷うこともなく、淡々と進める、淡々とサクサクとですかね。比較的こう進みやすい模様じゃないかななんて思いながら先を進めています。もうちょっとですね。もうちょっとでゴールが近いので、よいしょっとよいしょっと。はい、ここで角のところに、針を出してあげまして、はい、もうちょっとですね。はい、反対の外枠まで行きました。裏の針目も確認しますね。今ここをですね、こう一往復したという感じですね。はい、裏もね特に何か緩んでるような箇所もありませんので問題ないですね。いいんじゃないかなと思います。はい。でここで裏で重ねて、一旦ねもうここまで来たら、そうですね、この先続けられるかってなったらちょっとすぐね近くに行けそうなところもないし、どちらにしろ糸もね短くなってきましたので、一旦ここでね切ってしまいますね。まず裏で重ねて切っていきますね。はい、表に針が出ていないことを確認しまして、でこう折り返すような感じになるので、引
き加減は注意、引き加減は注意というか、引くんだったら右手で今こう糸をねこうキュッと引くけれども、ただこう引きすぎちゃうとここがギュッと寄ってしまうので、引きたくないところはこうちょっとこう押さえてあげてキュッキュッキュッとこう引いてあげるっていう感じですかね。でもうちょっと重ねますね。重ねてあげて、で最後にもう一回ねしっかりできるだけ糸がなじむような、なじむといいなと思いながらこうちょっと今押さえるのが甘かったな私今少し油断しちゃったな。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちください。これはちょっと難しいかな。厳しいかもしれない。ここから行くのはちょっと厳しいかな。押さえてあげるのがちょっと甘かったなと思って思ったよりこうグッと引いてしまったなと。引くのはいいんだけど、引くんだったらさっきも言ったようにちゃんとね引きたくないとか押さえないといけないんだけど、それがちょっと甘かったなと思って微々たるものですけれども、いっか、こんな感じで、こんな感じでここで切りますか。で思った時にというか、一旦ちょっと切りました。そして残りの糸がだから2メートルで始めてこれくらい残ったんですよね。だからそうですね、あと10センチくらいだから、例えば2メートルだから200センチですよね。190センチでも大丈夫じゃないかなとは思ったりしますね。ただ折り返す時にあまり短すぎるとそこもほら糸がシュルッと抜けちゃったりとかね、短すぎるとあるので、このぐらいだったらいいのかなとも思ったりするし、200センチ2メートル切りがいいから2メートルでもいいかなと思ったりもしますかね、私は。だからじゃあということで2メートルという感じにしようかな。2往復2メートルね、このサイズのこのカーブのこれとね同じような、同じようなというか同じパターンで大きさでサイズでやったとしたら2往復2メートルにしようかなと思います。でそうすると、ここだから1往復2往復3往復4往復1234やって、あとここ横ラインはここの1往復でしょ。あとはこう90度くるっとした時の12345だから6、6だから3往復分っていうことなんですよね。そうすると2メートルかける3本を切っておくことができる。その都度切ってもどっちでもいいんですけどってなるから、何でもいいんですけど、今ちょっとねこれが手元にあったからこれ50センチなんですよ。50センチだからこれで測ってもいいかな。もちろんこういうメジャーでもいいと思います。私が今手の届く範囲にあったのがこの50センチの定規だったので今これを取ったのです。何を言いたいかというと、今私の膝の上にさっきの特別ゲストが乗ってるので動けないっていうことを言いたかったんです。だから今ここでしょ、このだから20センチぐらい手前に特別ゲストがここを見てるんですよ膝の上に乗った状態で。なので私はもう動けないのでもうこのままやるしかないんです。我が家ではね、うちの今の特別ゲストが一番位が高いのでもう従うしかないんです。その特別ゲストがね
自分は膝の上にいるんだとなったら分かりましたという感じで、もう耐えるしかない。できるだけはい、まあそんなことを言ってる間に私これで2メートルを今取ったので190でもいけると思います。でも霧のいい2メートルに今しました。だからこれで途中で足りなくなるってことはないでしょうということで今測ってきたので、あとはね糸を通そうかなと思います。こういう感じでね。ちょっと待ってくださいね。体の動きが制限されてるのでね気を使いながら特別ゲストが快適に過ごしていただけるようにと思いながら私は今動いております。動ける範囲で支障がないようにちょっと映像でお見せできなくて申し訳ないんですけど、このほら今ここのね糸が動いてるから特別ゲストがキュッキュッキュッって顔がこれをめがけて見てるから顔の動きが俊敏になってますね。はい。ということで今ね1本これ通しました。これで2往復分なんですよね。で2往復分でしょ。でこれちょっと準備したっていうことで。であと切るところやろうかな。だから今と同じようなものをあと2本作ればいいんですね。でここでスルスルスル。はい1メートル。ちょっとこうやってね置いてね。1メートル分。はい2メートル分。はい、これで2メートルです。はい、これで切ったでしょ。そしてこれで切ったから、これは今はまだね通さないから、なんとなくこうゆるく緩やかにこういう感じで、こんな感じで束ねてみましょうか。はい、はい、これで2往復分でしょ。はい、でもう一つ。はい、スルスルーっと。はい。同じように今ね、もう一つできました。でこれはもうね、定規はいらないので、そしてこれを緩やかにこういう感じで束ねて、こういう感じですよね。で、これはもう OK で、そしてさっき糸通したこれ、はい、1往復2往復3往復分なので、これを指し進めていってやって、例えば今日ね、これ1往復2往復分やると、この糸がなくなるまでやろう。そしたらあとこの2本をやれば終わりみたいな感じですね。だから1日1本と仮定するならば、今日明日明後日には、完成というか差し終わるっていうことですね。完成するためには一回洗って、乾かしてアイロンかけてみたいなのが入るから、だから3日4日後早くてというか、もし1本ずつやるんだったらっていうことですけど、だから今週中には完成するなとか、なんとなくこう見通しが立ちやすいっていうことですよね。で別に切っておかなくてもいいんですけれども、こちらの模様だとそういうふうにね、2往復で2メートルっていう目安が立ったから、こういうふうに切っておけて、そうすると今週中には終わるかなとか、そんな見通しがね立ちやすいので、そういうふうにできそうな模様な時は私は切っておいたりしますね。前回の配信でも言いましたけれども、この1枚をね刺し切る上で、なんとなく私はゴールが見えた方がね進みやすいなと思ったり
するので、この模様はそういう風に切りやすい、考えやすい模様なんですよね。だけど他の違う模様、さや型とかねそういうのだとここの1往復で何センチとか、それは決めにくいから、そういうのはやらないですけどね。両手2回分ではいやって、はいまた両手2回分ではいやってっていう風にやったりしますね。そのあたりは好き好きで、できそうだったら私はこういう風にするのが比較的好きですっていうことですね。はい。ということで今日はねここまでにしようかなと思います。なんでちょっとね差し子部分は少しだけだったんですけれども、どっちかというと今日はね長さの目安が何センチですっていうのをしっかり決めたいなっていうか、決められたらいいなっていうふうに思ったので、そこまでできて、なおかつこういうふうに切っておけて準備もできたので、良かったなというふうに思いました。で、そうですね、次回はもうあとひたすらね今のこちらの糸を使って私の宿題として指し進めていきまして、もしかしたら今日が3回目でしょ、もしかしたら次回あたりで完成するかもしれない。なぜならば見通しが立ったし、比較的こう迷いようがない、ひたすらこうサクサクと進みそうな模様なので、そうですね、ある程度のところまで行ってしまうかもしれない。そしたら次回完成になるかもしれないそのあたりはちょっと指し進めながらまたね考えてみようかなと思います。はい、ということで、本日の動画は以上となります。今日は珍しく途中で特別ゲストもたまたまですけどね来てくれましたので、たまにはねこういうこともあるかもしれません。はい、もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。